皆さんお疲れ様です。今回ですね、以前からずっと継続してますオイルチェックランプ、これのねこう点灯するこの不具合を解消していきたいと思います。ミニクーパーの方なんですけども、修理が帰ってきて、チェックしたんですけども、やっぱりねこのチェックランプが消えないというところがまだ残っておりました。一応前回壊れたところに関係するところは全てね見ていただいたというところなんですけども、それでも治らないというところで、想像するにですねセンサー系とあとオイルポンプこれ自体が悪いんじゃないかっていうご指摘もあったんですけども、私はねちょっと以前から引っかかっているところがあったので、そこをですね今回ね試していきたいと思います。修理出す前に試そうと思っていたことなんですけれども、それはですねまずフラッシング、これをねもう一回しようということで計画してました。それとですね、あとオイルフィルター、もう単純にねオイルフィルターを交換すれば治るんじゃないかというところで、今回ですね試していきたいと思いますので、どうかね最後まで、結果ねどうなったかご覧ください。そしたらオイル交換していきます。これねエレメント、今回はこんなやつ、はいですね、はい。で、これまたフラッシングしますよ。でオイルはいつものこれ桜製油所のやつですね。ちょっとねパッケージは変わってます。パッケージがねちょっと変わってますけど、はい、道具はねこれですね。これは玉がね27、これ六角ですね。はい。あとはですね、これちょっといつも使うんでこれ用意しておきます。硬っ、なんでこんな硬いのこれ。硬っ。よいしょ。押したらまずこっち、はい、フラッシングもう一回ねやってみます。今回のは、全部抜いた後にこいつをこう入れて、規定量の3分の2以上注入した後、エンジンを始動してくださいということで、20から30分アイドリングを行うということです。じゃあ早速やってみます。色はね、普通のオイルよりちょっとシャバシャバですね。とりあえずねこぼれたあれなんでこんなぐらいに入れといて、エンジンの方に入れていきます。
そしたら、エンジン、かけていきます。今がね、10時、11分なんで、ちょっとね、この辺、10時30分から40分ですね、エンジンかけときます。先ほど抜いたね、オイルですね。ちょっとね、汚れてます。まだちょっとね、スラッジとか入ってるんでね、ちょっと乗っただけでもう真っ黒ですね。これはもう使いませんので、ゴミ箱入れます。これワコーズのフラッシングオイルなんですけども、今回はね、全部ね、オイルを入れ替えて、行うタイプですね。説明書き書いてありますけども、一応ね、これが若干残っとっても、エンジンにはあんまり影響を及ぼさないということで、潤滑作用もあるようです。で、ちょっとね、洗浄性が高いオイルみたいな感じのようにも思いますね。アラームの方。今フラッシング中なんですけども、アラームの方ね、オイルマークは出てませんね。多分、フラッシングオイル自体が、粘度がこう柔らかいので、全体に行き届いてるっていうような感じかなと思います。だからね、こういう理屈で言うならば、低粘度のね、0W40 とか50の、ちょっとね、いいオイルなんかを入れてあげたら、オイルのね、チェックランプなんかもこう消えるのかなと思いました。はい、ということで、フラッシングね、終わりました。もう見ての通りね、もう、ホクホクです。はい。この中身ね、見てもね、ちょっとわからないんですけどもね、ちょっとね、シルバーが、こう、見えるんでね、綺麗になってんのかな、みたいな感じで、ちょっと若干の期待です。はい、じゃあ、ちょっと、抜いちゃおうかな。ちょっと暑いからな、これ。あちちちち。やっぱりね、ちょっと暑すぎます。もう30分ぐらいかけてるんでね、結構ぬくぬくです。フラッシング後のね、オイルですけど、結構ね、こう見ればなんか、汚れが取れてるようにも見えますね。はい、あちちちち、暑っ。あんな感じです。多分ね、このエレメントが最悪やと思います。じゃあ外します。硬いんちゃこれ。硬い。硬いわ。これですね。結構詰まってるようにも見えます。はい。いっぺんにちょっと中切り開してみようか。サクサクと切れます。結構切り心地いいですね、これね。はい、サクサク切れます。よっ。あちちち。はい。こんな感じですね。見えるかな。これがね、多分ね、詰まってるのかなと思います。
はい。ね。このやつ。あ。はい。ベロベロっとね。だからフィルターとしての効果はすごくねいいのかもしれませんけどね。ちょっとねこう見にくいですけどこう鉄粉らしきねものもこうちらほらと見えますね。はい。結構ねバキバキになっとったんでもしかしたらそれかもしれませんね。はい、こっちはどうでしょうね。中はね何もなさそうですね。こんな感じで、はい、多分ねこのタイプのねこのひらひらのこのタイプのエレメントがなんやろうなこうフィルターの目詰まりを起こしやすいのかなとちょっとね勝手に想像してます。というのはちょうどねこのタイプに変えてからそういうのが結構ねそのオイル交換末期になったらもう起こりやすかったというのがあるんで、今度はね新しいタイプつけてみますんで、それでね、オイルがなくなるまでって言ったらちょっと変な言い方やな、オイル交換するまで、変なチェックランプがつくかどうか試してねみたいと思います。それはまたね後に検証してみたいと思います。そしたらね新しいのこれねつけていきます。まずねオーリングこれねもうちょっとこれもね新しいのに交換していきます。ここのもう外しましたけどこの溝のところですね。はい、これで OK です。こいつをこれねどっちでも一緒ですんでパポッとこうはめ込んであげたらこれで OK ですね。はい、あとはね取り付けていきます。取り付けはねもう逆手順です。これノズルがついてるのである意味こう便利ですね。ああいう情報いらないかもしれませんね。ちょっとね入り口だけ入れやすいですね。はい。はい、ということでオイル交換、エレメント交換ですねの方終わりました。で以前から出てましたオイル警報の不具合ですね。こちらについても、現在のところね全く出ておりません。これね、最初はもうオイルポンプとかも交換しなければ、ダメなのかななんてね思ってたんですけども、もうほぼね単純にエレメントの交換だけで治っちゃったようです。で今回ね修理に出してこういろいろやってもらったんですけどもエレメントのね交換をして、なかったというところと、多分ですけどもその粘度の高いオイルを入れてたせいでそういうチェックランプがですねずっと継続して出てる状態になったのかなと思います。で今回ね取り替えたついてた方のね、オイルフィルターについてはこれね2回使ったんですけども、2回ともですねオイル交換後、しばらく経ってからですねチェックランプがついたという事象がありました。でその前はですね今回、新しくつけたフィルターとかねああいう形状のやつをこう使ってたわけなんですけども、その時にはねこういう風な症状出なかったんで、想像するに、あたってはこのオイルフィルターね今回、前にね使ってたオイルフィルターこちらがですね、多分目詰まりを起こしやすいタイプかなと思います。ということでね修理代についても安く上がりましたんで良かったかなと思いました。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。